永住権のメリットがあるんですね。今日特別に一部このメリットを紹介したいと思う。GSR 株式会社の松下です。本日お話しする内容はこちらです。フィリピンの永住権についてです。皆さん、フィリピンの永住権と聞かれてパッと思い浮かぶ人なかなかいないと思いますし、そもそも永住権について知らないという方も多くいられるかと思うんですけれども、近年ですね、このフィリピンの永住権を注目する方がですね、世界中に多くいます。でですね、日本の富裕層しかり世界の富裕層がですね、今のフィリピンに実際に永住権を取得して自分の資産を運用、それから保全するという方も増えてきてますし、フィリピン自体にですね、移住をする方なんかも増えてきています。なので、移住軸と、資産保全軸、この2軸でですね、フィリピンというものが非常に注目され始めてきているんですね。なので、実際にこの資産保全をこの永住権を通してどうやってするのという方も多くいられると思うんですけれども、意外とこのフィリピンのですね、国の構造上、いろいろメリットがありまして、ここではなかなか全てお伝えできないかと思いますので、この動画をですね、ぜひ最後まで見ていただいて、もっと話が聞きたいとか、興味が湧きましたという方はですね、ぜひ概要欄の方からお問い合わせいただければ、詳しくはですね、そちらの方でご説明できますので、まずはですね、この動画最後まで見ていただければと思います。でですね、本日実際に永住権について説明していきたいと思うんですけれども、実はですね、フィリピンには4泊5日で取得できる永住権があるんですね。そもそも4泊5日が長いのか短いのかすらわからないという方もいると思うんですけれども、実際にこの4泊5日でなおかつ、これだけですね、メリットがあると言いますか、他の国の永住権と比べて本当に取得しやすく、維持がしやすいんですね。なので、世界で最速最短で取れるビザであり、他の国に比べても、いろいろなメリットが得られるビザが、フィリピンに実はあります。ただ、ここ見ていただくと分かる通り、残りの枠が非常にやっぱり減ってきています。残り本当、十数枠しか、残っていないかと思うんですけれども、もともとはですね、何百と枠がありました。ただですね、やっぱりこういうメリットをですね、めがけて、世界中から、この永住権を取る方なんかも増えてきていますので、本当枠が今、減ってきています。なので、ぜひですね、今回の動画、見ていただいて興味がある方はですね、早めのご決断いただければと思います。でですね、まずそもそも、この永住権って何ですかと。で、永住権で、世界中ではID と言われるものなんですけれども、ID って何と言われて、なかなか答えられない人いるかなと思っております。私も最初、永住権何ですかと聞かれた時に非常に答えに迷ったんですけれども、実際にですね、永住権、ビザですね。このビザ、実はですね、日本人の多くがですね、このビザに対して知識が疎い方が多いと言われているんですけれども、その理由として、日本はですね、そもそもパスポートの信頼性が世界トップクラスですので、皆さんパスポートさえあれば、どこにでも世界中の国に行けますよね。実はこれって珍しいことでして、他の国の方はですね、パスポートがあっても、その国に入国できないという場合もあります。なので、そういった場合、他の国々の人たちが何をするかというと、ビザを取るんですね。なので、その国に入る、権利を実際に取得して、その国に移り住んだり、その国に入国したりする。なので、日本人からすると、このビザの対する知識をですね、そもそも必要がないというものもありますけれども、他の国の方はですね、非常にこのビザに対して感度が高いですし、皆さんこのビザに対する知識というものもあります。いろいろですね、投資ビザであったり、リタイアメントビザ、労働ビザ、様々あるんですけれども、要はですね、この ID ですね。ID と言われるものは、その国での活動許可をですね、得られるというものになります。ので、この ID さえ持っていれば、現地で就労ができたり、現地でですね、住むことができるというような権利になりますので、非常に大事になってきますよね。で、実際にですね、今回コロナウイルスが、2020年起こって、非常に明らかになったことがあるんですけれども、それが何かというと、現地のビザを持っている人間は守られる。これ非常に重要なことなんですけれども、
どういうことかというと、今までですね、皆さん、不法滞在とかいう言葉も聞いたことあるかと思います。で、そういったことであったり、実際にですね、海外に資産を移して、そこで日本の税制を逃れようとして、ちょっと悪知恵を働かせて、現地で、旅行に行ったついでに銀行口座を作ったりという方なんかはですね、やっぱりコロナが起きて、実際現地に入れないと。なった時に、銀行口座なんか凍結されたりするんですね。なので、実際にこのビザを持っていれば、入国がその期間であってもできると。入国可能であることもありますし、ビザを持ってさえすれば、その現地のですね、政府なんかが守ってくれるんですね。なので、今後ですね、やっぱりこういう何があるかわからないですし、国の政府の方針なんかが変わった時に、実際に現地のビザを持っていないと、こういった形で自分のせっかく投じた資産が凍結されたりなんか、そういったことがですね、起こりうるので、やっぱりですね、このコロナウイルスでビザの重要性なんかを日本人の私たちも感じた出来事だったんじゃないかなと思います。でですね、いろいろ話しましたけれども、そもそも移住に対してですね、この、ロングステイ財団さんが毎年出している、この日本人にとっての移住国ランキングなんかあるんですけれども、これ見ていただくとですね、いろいろ国が書いてあるんですけれども、一つですね、この表を見てわかるのは、近年ですね、この移住自体の概念が変わってきております。要はですね、この92年の国見ていただくと、ハワイ、カナダ、オーストラリア、それからアメリカであったり、ヨーロッパの国々ですね、ほとんど並んでいます。対して2018年、19年見ていただくと、これ実はトップ10の中の約7カ国ですね、もうほとんどが東南アジアの国です。なので非常にこの国だけ見ても違いがわかります。移住に対するですね、概念自体も変わってきておりまして、一昔前のああいった国々に移住する方なんかは結構決死の覚悟で日本を離れて移り住んだ国で自分の生活を始める。でなかなか日本には戻ってこれないというものが移住として考えられていたんですけれども、近年やっぱり東南アジアの移住が人気になってきており、やっぱりですね、東南アジア何がいいかというと、経済発展一緒にしていますので、日本とですね、何ら変わらない、生活の質が変わらない状態で移住ができます。でなおかつ島国のトロピカルな雰囲気で暖かい気候の中で物価も安いということで、やっぱりですね、日本人にとって非常にメリットが多くなってきています。でさらにですね、フィリピンに行けば、一昔前まではランキング外だったのがですね、どんどんランキングを上げてきており、今、2019年の段階では上位4位ですね、食い込んできています。ハワイの次ですね。なので、フィリピンもですね、経済発展著しいですけれども、移住をする人なんかは、日本からの距離が近いですので、行き来がしやすいと。でなおかつ、プチ移住ができるんですね。なので、一昔前は、日本になかなか帰ってこれないというものが、最近東南アジアと日本、両国を拠点にしながら、日本の拠点を取っ払うんではなく、この日本の拠点を残しながら、行きたい時に東南アジアの国に行く。で、戻ってきたい時に日本に戻る。そういったハードルの低い移住ができるようになってきておりますので、そういった意味でですね、日本人にとっても東南アジアの移住が非常に人気になってきております。ただですね、他の国と比べて、一つフィリピンが違うというもの、これがですね、ビザですね。ビザの種類です。フィリピンにも、他の国のようなビザあるんですけれども、これ見ていただくと、他の国実は永住権ではないんですね。バツバツバツと書いてあるんですけど、唯一アメリカが永住権を取得できる国なんですけども、アメリカでもし永住権を取るとなると、ここ見てください。条件です。約2億円以上の投資が必要になってきます。なかなか2億円出せる人っていないですよね。私ももちろん出せないですけど。なので、永住権を持つ取るとなると、非常にハードルが高い国がかなりあるんですね。で、オーストラリアなんか、オーストラリア、ニュージーランドもですね、近年非常に永住権の値段も上がってきており、億超えてきます。取るのに。で、他の国もですね、一応ロングステイビザというような形で、永住権ではないんですね。なので、人によっては、期間が設けられていて、期間が終わったら更新しないといけないんですけども、その段階でもしも更新ができなかった場合は、日本になかなか帰ってこないといけないような流れになってしまう可能性もあるんですね。なので、このビザの種類なんかもよーく皆さん調べておいた方がいいかなと思います。今後ですね、移住なんかを考えていて、他の国のビザなんかも調べている方、中にいると思うんですけれども、フィリピンには、永住権がありますので、アメリカと一緒のような形で永住権が取れると。で、アメリカみたいにですね、2億円もかからないです。フィリピンはですね、後々費用の話もしますけれども、数百万円で永住権が取れますので、他のビザと比べても安く、なおかつその永住権が取れるというのがフィリピンの最大のメリットになってきます。
でですね、ここにも、基本的には184日以上年間ですね、住んでいないと、ビザ更新できないというのが、ここのロングステイビザになるんですけれども、フィリピンの場合はですね、永住権になりまして、特にこういった規定もないですので、本当に好きな時に、フィリピンに行って、好きな時に日本に帰ってくる、そういったものもできますので、そういったですね、融通の利く権利であったり、費用なんかを考えると、フィリピンの永住権、非常にメリット大きいんじゃないかなと。で、実際に私がここでですね、お話しするのは、このアペコ特別永住権というものになります。これですね、アペコという名前がついてますので、大丈夫なのと思う方、中にはいると思うんですけども、これ実際どういうものかっていうと、ここにアペコの略称が書いてあるんですけども、長いですよ。要はこれ何かというと、そのオーロラ州ですね。首都マニラからちょっと北に行ったところにオーロラ州という州があるんですけど、そこにですね、経済特区があります。でそこで、要は国がですね、今リゾート開発だったり貿易港をここに作っています。なので、アペコという名前が非常にちょっとふざけたような名前っていう感じる方もいると思うんですけど、しっかりとね、このオーロラ州というものに対して、フィリピン共和国法にのっとり政府と州が一緒にコラボして、振興開発事業をここで行っているんですね。でそこのアペコプログラムというものがあるんですけれども、要は国の事業に私たちお金を投じますということをすると、フィリピン政府がですね、じゃあ、永住権を貸与してあげますと言って、永住権をもらえるんですね。要はフィリピンもですね、発展途上国ですので、外資を集めたいんですね。国にお金がなかなかないということもあったりするので、外資をより多く集めて国を発展させていくという段階に今あるんですけれども、こういった形で国の事業に私たちお金を投じます。外資としてお金を投じますとすると、やっぱ国の政府がですね、こういった形で永住権を貸与してくれるんですね。でですね、さらにこのアペコ特別永住権にはですね、他のビザにはない家族枠というものがあります。要は、代表者として、一人取っていただければ、配偶者、それからそのお子さんですね、20歳までという条件はあるんですけれども、ここに関しては家族枠が適用されますので、永住権を取得するときに費用が必ずかかってくるんですけれども、その代表者の費用の10分の1の費用でこの方たちに取れたりするので、非常にですね、家族移住なんかを考えている人にとっては、このビザ、非常にですね、メリット大きいんじゃないかなと思います。で、しっかりとですね、取得すると、パスポートに証明書なんかもついてきますので、公的なこういった証明書ですね、が発行されます。で、先ほどアペコ、オーロラ州ですね、オーロラ州にリゾート開発という話をしましたけども、今後ですね、このリゾート開発されて、これが竣工すると、ここの無料宿泊券なんかも実はついてきます。なので、永住権取れるだけではなく、こういった特典もついてきますので、ぜひですね、活用していただければと思います。で、実際にこれ、ビザがですね、4泊5日で取れるんですけども、そんなことできるのと思う方多くいらっしゃると思うんですけど、しっかりとですね、弊社が現地のスタッフと一緒になってですね、皆さんと一緒に今後永住権を取るサポートをしていきますので、しっかりとスケジュールツアーを組んでサポートさせていただきます。でここざらっとですね、永住権について話をしたんですけれども、冒頭にですね、移住軸と資産形成軸、資産保全の軸、2軸があるとお話ししたんですけれども、実際にですね、皆さん世界の投資家であったり富裕層なんかが見据えているですね、このフィリピン永住権のメリットがあるんですね。ここについて今日特別に一部このメリットを紹介したいと思うんですけれども、この要は ID ですね、永住権を取って何ができるかというと、銀行口座が作れるんです。冒頭に少し話した通り、皆さん資産をですね、悪知恵働かせて逃がしたいという方なんかが、旅行に行って、観光ビザなんかに銀行口座を作ると、本来作れませんので、そういったことをすると、こういったコロナが起きて、入国ができなくなった時に凍結されたり、国のですね、その国の方針が変わって政府が、例えば、ビザ持ってなかったら銀行口座凍結しますよみたいな方針を出したら、もうそこで一発アウトですよね。なので、しっかりとですね、永住権を持ち、現地の、権利ですね、現地の、国民と同等の権利を持ってして銀行口座を作るというものが非常に大事になってきます。で実はですね、フィリピンの銀行口座を作ることで、資産保全につながったり、新たな資産運用、さらにはですね、今後相続税対策にもつながるんです。ただ、ここについてはちょっとここでは話が長くなってしまったりお話しできないことも多いですので、ぜひですね、こ
本当に絶対に知っておくべき超重要情報がここにはありまして、フィリピンのですね、国の構造上の歪みとかそういったものを活用して、実際に正当な形で資産をですね、保全したり、海外、フィリピンという国に分散して資産を運用していけることが可能なんです。なので、ここについてはですね、詳しく聞きたい方はぜひですね、直接私の方にお問い合わせいただければ直接お話しできますので、ぜひお声掛けしていただければと思います。したがって、海外でですね、資産を居住者として保有し、海外の口座で運用保全すると。これによってですね、徹底した資産分散、保全が可能になるんです。なので、近年、この日本の経済が今後沈みゆく中で、海外に自分の資産を分散していく考え方って非常に大事になってきてますよね。海外分散投資が非常に重要だと、今日言われてきてますけれども、じゃあそうなったらどこの国に資産を移して実際に保全していくのが、得策なのかというものを考えないといけないですよね。なのでそうなった時に、やっぱこういう永住権の知識があり、その国の構造とか政治とか法律とかそういったものを全て踏まえた上で、自分の資産をですね、しっかりと保全していくことが必要になってきます。そういった意味で、やっぱりフィリピンのですね、永住権を持っておくことで、本当に新時代に適した、こういう徹底した資産運用が可能になってきますので、ぜひですね、こういった投資家のであったり、富裕層の考えているですね、このマインドなんかもここで取り入れていただいて、今後のですね、自分の資産形成に活用していただければと思います。でですね、さらに、この永住権を持っていると、実はですね、日本での生活費なんかも削減することができるんですね。こういったこともですね、踏まえて、詳しく直接お問い合わせいただければ、お話できますので、ぜひですね、興味ある方は、お問い合わせいただければと。気になるですね、費用なんかも出させていただきましたけども、今のレートでいくと、実際に取得する費用として、520万から530万円ほどです。で、先ほどこの表を見ていただきましたけれども、ずらーっと見た中で、フィリピンより、安く取れる永住権がそもそもないですよね。アメリカしか永住権ないと話しましたけれども、他のロングステイビザなんかを取るにあたっても、ほんと数千万円、ないしは、億単位で、永住権という、ビザですね。ビザというものの取得費用がかかってきます。フィリピンはそれに対して先ほども出させていただきました通り、530万円ほどで永住権が取れますので、本当にですね、これ実はですね、なぜこのぐらい価格が差が開いているかというと、ですね、国の発展に応じて、基本的にビザとか永住権の値段って上がってくるんです。なぜなら、発展途上国っていうのは外資をやっぱ集めたい国、お金持ちの国、先進国なんかから人が来て、自国にお金を落としてくれるというものが望ましいと。それによって経済を回して、国が発展していくというものが望ましいと考えられているので、発展途上の段階でいけば永住権が数百万円取れるものが、やっぱ、国が発展していくことで、そもそも外資が、さほど必要ありませんよっていうなってくると、永住権とかビザというものは値段が一気に上がってきます。ので、ニュージーランド、オーストラリアなんかも今、1億円超えてくるようなビザありますけれども、もともとこんな高くなかったので、やっぱ経済発展とともに他の国もですね、歴史を紐解いていくと、永住権の値段なんか上がってきている。したがって、フィリピンのこの発展途上の段階で数百万円を取れるっていうものが、そもそもですね、先行者利益なんですね。なので、残り十数枠と話しましたけども、本当にですね、この枠が埋まってしまったら、次、このビザがですね、また再発給するっていうこともないかもしれませんし、再発給した段階で値段上がってる可能性もあります。ので、今ですね、少しでも興味あるという方はですね、この第一次公募にぜひ滑り込んでいただいて、この値段でですね、いろいろなメリットを享受して、今後ですね、フィリピンにも移住を考えたり、自分の資産形成にもですね、活用していただいたり、そういうことできますので、ぜひですね、興味ある方は、こういった形で、今ですね、弊社の方で全てサポートさせていただいて、実際に現地で4泊5日のツアーも組んでいただいて、永住権を取っていただくというところまでサポートさせていただきますので、ぜひですね、お声掛けいただければと思います。最後にですね、永住権はあくまでもライセンスであり、国籍が変わるわけではありません。たまに、国籍が変わってしまうのかと不安になる方もいると思うんですけど、そんなことは実際なくてですね、
日本人としてのアイデンティティを持ちながら、その国で住める権利ですね。持つにはこの永住権が必要になってくるということで、特にこういった自分のアイデンティティが変わるわけではないですので、ご安心いただければと思います。皆さんいかがだったでしょうか？実はですね、この動画を撮ったのが先週ですかね、2週間ほど前だったんですけれども、実はつい先日、フィリピン側からですね、発表がありまして、この第一次公募の枠がですね、生まれ次第、この永住権の値段が上がるという発表が、発表されました。動画の中でもですね、お話ししたんですけれども、やっぱり永住権であったりビザの値段っていうのが、国の発展とともに徐々に上がっていくと、動画の中で話したんですけども、まさにこのタイミングがちょうど、重なってしまって、良くも悪くもですね、このタイミングで永住権の値段が上がります。条件がですね、この第一次公募の枠に関しましては、値段がそのままです。で、枠が生まれ次第、第二次公募からは値段が上がると。で、どのぐらい値段が上がるのかというと、1万米ドルですね。で、日本円に直すと大体約110万円ほど上がりますので、一気に永住権の値段が100万円ほど上がるということで、もしですね、この動画を見ていただいて、興味があるという方、もしくは、今検討中なんですけれども、まだ、決めきれないっていう方であったり、もう少し詳しく聞きたいという方はですね、概要欄の方にも、個別の相談ができるようにですね、リンクを貼っておきましたので、そこから、ご相談いただければですね、今現状のフィリピンのお話をはじめ、この永住権の詳細ですね、ご相談乗ることできますので、ぜひですね、興味がある方は、この枠に入っていただいて、値段をそのままにしてですね、取得できるチャンスですので、チャンスをものにしていただければと思います。で、もう一個条件がありまして、このですね、永住権の値段が上がるのがですね、実は年齢の違いによって条件が変わりまして、50歳以上の方はですね、この第一次公募が埋まった後、第二次公募であっても、値段はそのまま今の値段でビザが取得できます。ただ、50歳未満の方ですね、が、この第一次公募が終わった段階で値段がこの110万円上がりますので、今ですね、50歳未満の方で検討中の方はぜひですね、この残りの枠に入っていただければ値段そのままで取得できますので、残りの枠数がですね、もうあと数十枠まで迫ってきておりますので、これいつ埋まってしまうか、もう私たちもうわからないんですね。なので今現状急にですね、団体で永住権取ったというお客さんがいましたら、もう明日から値段が上がってしまいますし、そこはどうもいきませんので、もし興味がある方、もしくは前向きに検討している方の中にですね、もう少し詳細聞きたいとか、もう少し相談乗ってほしいという方はですね、私たちにご相談いただければ、そこのサポートもいたしますので、ぜひですね、このタイミング、またおそらくですね、第二次公募が終わり次第値段が上がったり条件が変わったりするっていうのが、他の国のビザなんか見ていても、流れになってくるかと思いますので、もしですね、検討中の方、ご決断早めにしていただければ、こういったチャンスもつかめるかなと思いますので、今後ともですね、私たちの情報配信よく見ていただいて、こういった永住権も取得していただければと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、動画のご視聴いただきありがとうございました。